あの時の雑誌連載から裏原宿の歴史を探る、今回はラストオージー2の第2回目を振り返りたいと思います。で、第2回目は、ニューヨーク帰りの2号っていうことで、最新情報を大急ぎで報告というところで、2号さんがニューヨーク行ってきた。そこで買ってきたものなどを紹介しているので、見ていきたいと思いますと。はい。まず最初が、先月からリスタートしたラストオージー2。ジョニーも僕もビースティーボーイズのニュービデオに描く感動の今日この頃っていうところで、ビースティーボーイズの T シャツを紹介しているっていうところになっていて、92年なので、チェック・ユア・ヘッドが発売した年になっていて、T シャツで白いのがオフィシャルもので、グレーはブートのものですって書いてあるっていう感じのものが紹介されていると。後ろの裾にプリントする手法がもう後々こう、たくさん出てくるけど、これかなり初期ものというか。そうですね。ちょうど次に出てくるフューチュラとかのブランドもまさにここにプリントが入ってましたよね。ああ、そうなんだ。はい。バウンティーとかに引き継がれますよね、この。ああ、そうだね。あ、そうですね。確かに。その後いろいろね、まあサブウェアだなんだっていう。そうですね。たくさん出てくるけど。アンダーカバーも初期ここに入ってたはずなんですよね。T シャツ、ワンドオンリーとかのタグの時って、ここに、そうですね、入ってましたね、プリント。こういうふうにでかく入ってたの？そうです、そうです。へえ。なので結構裏腹では馴染みのプリント位置かなって気はします。まあ、このヘイズのロゴといい、かっこいい。そうだね、ビースティーボーイズのね。で、結構っていうか、その有名なこう写真と。そうですね。うん。で、ちょっとテキスト、キャプションにも書いてあるレコードジャケットで履いてるアディダスのキャンパスみたいな書いてあると思うんですけど、まあ、ここから受けた影響は多いですよね。そうなんだよね。やっぱりこう地べたっていうか、その座ってるからさ、スニーカーも結構よく目立つ写真なんだよね。で、このグレーがブートなんだよね。グレーがブートって書いてますね。そう、これもさ、ビースティーボーイズとさ、その対になってさ、ロリンズバンドってヘンリー・ロリンズのバンドのツーマンなんだよね、これ。めちゃくちゃ豪華じゃないですか。やばいね。やっぱさ、対バンというかさ、このビースティーボーイズと別にヒップホップとかじゃなくて、もうゴリゴリのハードコアのロリンズバンドっていうのがまた面白いっていうか、この時代ならではの組み合わせっていうかね。で、次がこれですね。で、2号はニューヨーク帰りじゃなかったみたいなことでどうだったっていうところで、まあ、ニューヨークは BC の影響か、アディダスとプーマがリバイバルしてたよって形で、まあ、キャンパスを紹介していると。だからキャンパスとおそらくそのクライド系のプーマだと。でしょうね。スウェード、外バネなんだろうね。で、まあ、靴といえばって、ジョン・フルボックのウィングチップって書いてますね。だからこれマーチンっていうよりは、このソールがマーチンを採用してるんだよね。なんか、そうですね。このデザイナーの人が作った靴に。そう、だからそもそもドクター・マーチンってこのさ、なんつうのかな。ソールの会社っていうかね、なんかソールを開発したところだからさ。確かにそうだよなと。今だとまあそんなにないのかもしれないけど、こういうふうにソールを売るっていうかね。ビブラムとかの扱いとか。そう。そんな感じだったんじゃないかな。そう、これもタンクソールだね。ゴツゴツした。そうですね。めちゃめちゃ気に入ってるんだよね。多分このさ、このページのメインカットの2人もさ、タンクソールの、そう、しかも下から撮ってこう結構、またソールをこのアピールしてるあたりから相当気に入ってたんじゃないかっていう気がするよね。そう、今あんまりこのソールの仕様のマーチンがないから、めちゃめちゃ出してほしいけどね。これを見ないですね。なんていうのかな、もっと彫りが浅い、ツルツルのやつもかっこいいんだけど、結構ね、いいんだよね、これ。ブラムとかだとこの形結構定番であるんですけど。ある。エアクッションじゃないですもんね。そう。やっぱこの半透明というか、このソールとすごい相性がいいと思うんだよね。ちょっとね、ごつすぎるんだよね。真っ黒だと。重々しいというか、重厚すぎるからさ。比較的なんかその辺ってソールの軽さって、まあ裏腹の一つのキーワードなイメージ
が。あ、そうだね。はいホワイトソウルとかもそうだもんそう、ね。クレープ、あースリーシスターのクレープソウルとかって、もともとのそうだね黒いソウルだったものを、まあ、うん。白に変えて、みたいな感じだったり、まあ、本当に作業靴前としたものをちょっとストリートより寄せてくる上で、なんかソウルをちょっとライトに変えてくるっていうのが一つの、なんかテクニックなのかなっていうのは感じます。そうだね。クラックスのソウルとかもそうだもんね。うん。ははははは。なるほど、確かに。で、右側に出てるのが、反転と Not from Concentrate の T シャツうん。って書いてますね。で、この Not from Concentrate っていうのが、まあ、フューチャー、そうだね。スタッシュ、ガープ、GFS ですね。うん。この時にフィリーズのプリントなんだね。そうなんですよ。早くないか。いや、そうそうそう。ここでまさにブレイクしましたよね。うん。そう。これだやっぱりりこのプリントの手法も、裾にバッチリプリントを入れるっていう。そうですね。うんだからこれってサブウェアとかまでずっと引き継がれるディティールですよね。うん。なんかさ、タグがついててさ、紙タグもさ、ちょっと後のプロジェクトドラゴンを匂わせる。完全にこの本当だ。地下鉄っぽいこの3つの、丸3つ。これは多分 GFS なんでしょうけど、まあそれがプロジェクトドラゴンだとまた変わってみたいな感じになると思うので。そう。で、袖のプリントは、なんつうのかな、水色のプリントって結構サブウェアのイメージがあって、だからそこら辺も割と後につながるようなものが詰まってる感じだよね、この T シャツ。そうですね。もう完全にもう。いや、これ貴重だよ、今あったら。いやそうですね。スーパーレアなんじゃない？普通にだってデザイン的にはほぼ変わらなくて。変わんない。このままいってるもんね。GFS ってで、しかもこの G と F と S がちょっと地下鉄っぽく入ってて、で、まあ、右側にある水色の、黄緑色のがこれスプレー缶なんですよね。ああ、そうなんだね。で、じゃあもうサブウェアだね。そう、ノットフロムコンセントレートって入ってて、まあ、これ、まあ、ブランドでいくと、なんかノットフロムコンセントレートって書いたんですけど、これブランド名でいくと JFS のはずなんですよね。で、まあ、ガープが抜けた後って BSF になって、プロジェクトドラゴンに変わるっていう感じなので、まあ、どっちかっていうとそっちの方が馴染み深い名前でしょうね。そうだね。ノットフロムコンセントレートの時期はもう結構じゃあ短かったのかな。そう、91年に多分これスタートしてるんですよね。もう1年、もっとあるか。まあ、もう数年だよね。はい。で、このブランドが。95年なんですよね、プロジェクトドラゴンって。はい。だからまあ、3、4年ですね。でもまあ、本当にこの、葉巻の、これで大ブレイクしてるんで。やっぱりここでもサンプリングなんだよな。そうですね。元ネタありきのデザインっていうのがね。マスターピースにも引き継がれる。そうだね、マスターピースもこれだもんね。とか、シューチラがちょっとこの前、メモ帳で出てきてましたけど、まあ、ブランドっていう感じで。もうこの時からこの東京組と付き合いがあるんだったら、もうそりゃ、こう、後の裏腹で、このニューヨークスタイルっていうのが、こう、メインになってはくるよね。この時まだあれなんですよね、付き合いないんですよね。なんかそのピックアップするところからっていうふうにカウントするとね。すごいですよね。だから逆にそれでちゃんと知り合いになって、のつながりにつながっていくわけですからね。なんか、で、直接コンタクトがあってからもう話が早そうなぐらいの、感じだよね。この時代からピックしてるっていうのが分かればね。そうですね。まあ、いかに感度が早いかっていう。そうだね。話なんですけど。でもあれですかね、フューチャーとかと出会うの多分、あれですかね、96年ぐらいの、モワックスのツアーで一緒に来た時ぐらいまで。なんじゃ、とされてるというか、あれが最初なんじゃないのになるので、結構、そこまでの期間って、これ2年で紹介してる3、4年はやっぱ直接はこう、会ってないっていう感じですよね。わかんないけどね。多分そういうことなんじゃない？そうなんですよね。だからこの時期とかってやっぱフューチャーとか、そういうなんかスタッシュとかってやっぱすごい憧れ感がある
まあそこから結構裏腹でコラボとかが一気に始まって、90年代後半とかになってくると、カウズとかも出てきて、みたいな感じになりますけど。うん。まあ本当その走りですね、92年が。そうだね。だから、藤原宏さんとかもそうだし、前回の、話もそうなんだけど、やっぱりここでこう、グラフィティ熱っていうのが結構あるっていう時点で、おそらくもうフューチュラとかもちろんなんだけど、その辺のニューヨークのこうグラフィティ事情とか、そういうところをこう、いろいろと、リサーチしてたのは確かだよね。そうですよね。うん。じゃないとこのブランドなんか発見しないでしょうからね。出てこないんじゃないかな。これどこで売ってたんだろうね、しかし。いや、確かに。この時代でまあね。普通にビースティが MTV で来てたとかって感じで、しかもこのロゴめちゃくちゃ向こうで流行ったっていうので、やっぱあれなんでしょうね。どっか行くとこ行けば結構置いてあったのかもしれないですね。そうそう。その行くとこがね、どこだったんだろうって感じだよね。この92年なんてね。そうですね。うん。はい。で、まあ、92年ということで、バスケットが盛り上がったっていうことで、まあ、ドリブルチームですね、のフィギュアを買っていたってところで紹介されていて、マイケル・ジョーダンやユーイング、ラリー・バードとか、マジック・ジョンソンも健在って形で、10体セットみたいな感じですね。バルセロナオリンピックですね。うん。多分、バークレーとか、そうそうだろうね。はい。うん。10体ってことは2人外れた人がいるわけでしょ。それピッペンとかもいるわけでしょ、どうせ。います。はい。この時は。で、クラッシュダミーズが紹介されているっていう形で、まあこれはあれですね。ぶつけてぶっ壊れて楽しむおもちゃっていうのがいいのかな。うん。実際まあエアバッグがあったり、本当にバラバラになって、ちょっとここにも書いてあると、引かれた後の犬と猫が笑えるって感じで、左側の写真の上の方にちょっとひっくり返ってる犬と猫がいるんだけど、まあこういうのが入って、まあストレス解消になりますみたいな。うん。はい、という感じで、あとはチャーリー・プレスリーのチャッキードールってことで。うん。相変わらず好きだね、チャッキー。はい。ですね。うん。という形で、まあ、やっぱりこの92年に入って急にアメリカトイの US トイが増えたと思うんですけど、まあその中でここでも継続しているという形ですね。そうだね。次もまた、US トイで、クリッターね。はい、クリッターが紹介されているというような形ですと。そうこれはね、さすがにね、割と特殊なところじゃないと買えないかったんじゃないかな。でもそんなに有名ではないかな。でも結クリッターに構あれですよ、関しては。2だか3だか結構やってますよね、これ。かな俺は1しかわかんねえな。ああ、そう。で、しかも、あれですよね。ディカプリオとかって多分これがデビュー作のはずなんですよね。へえ、そうなんだ。そう。で、エイリアンですね。そうだね。エイリアン3のメイキングビデオと、クイーンエイリアンのメタルフィギュア、紹介していると。という形で、まあ、まだまだ連載も始めてばっかりで、アメトイが多いにしても、服にしても、ちゃんとまだまだ点数も多く紹介されているっていう。そうだね。だからなんかこう、東京っていうところは、まあその東京で一応、ね、いろいろとこう、動きは、あるんだろうけど、やっぱり、この時代って、ね、もちろん、インターネットもないから、とにかくこの、海外のこの未知の情報っていうかね。そうですね。まだまだ、そこをこう吸収たくさんしたいっていうのがすごく、出てる感じだよね。だこういうのをこういろいろとこう吸収しまくった上での、これがこの裏腹の糧になってるっていうところなんじゃないかな、この時代は。あとあれですよね。ちょっとロンドンからニューヨークに向いてきだすんですよね。そうだね。相変わらずロンドンはロンドンでこう追っかけてはいるけど、だいぶこうアメリカというかニューヨークというかね。そうですね。これ結構やっぱHFA やり出した90年代って結構ニューヨークっていうよりかロンドン。ロンドンだったね。まあ80年代の方のラストオージーの1の時とかなんて、まあロンドン多いんですけど、まあ
この90年代も2年、3年経ってくると結構ニューヨークに向いてくるっていうような形で、まあそれってやっぱりヒップホップの盛り上がりがあったり、こういうフューチャーとかのブランドだったりとか、でこうそのついでに横っ面にあったおもちゃとか、おもちゃ面では確実にアメリカの方がキャラクターも多いし面白いものが拾えるだろうから、まあそこから結構ニューヨークに向かすっていうのは時代の流れとしてはストリートファッションの流れとリンクしてますね。そうだね。やっぱポップなんだよね。アメリカっつうのはいろいろと作るものが。アホらしいのを結構すぐにちゃんと真剣に作っちゃうみたいなところがあるからね。はい。はい。という形で今回お送りしました。